これはですね、あらゆる洋服を着ている皆さんに関係のある話で、皆さんがね、今着てらっしゃる洋服はおそらくここで製造されているでしょう。皆さん見てください。働いている人はほとんど子供です。かつて高級感と贅沢の象徴だったファッションは技術革新や文化の変化、さらに日本では90年代初頭のバブル崩壊によって高級ブランドの影響力が低下した。その結果、人々は最新のトレンドを手軽に取り入れ、自分のスタイルやアイデンティティを表現する手段として大量生産と低価格が売りのファーストファッションに注目するようになり、スペイン発祥のザラ、アメリカ発祥のギャップなどのファーストファッションブランドが世界的にシェアを拡大していき、現在アパレル業界の時価総額トップにはザラとユニクロが君臨している。そして高級ブランドとファーストファッションの二極化が進んだことで、中間価格帯のブランドは姿を消していき、もともと日本にあった小さな技術力の高いアパレル工場は服を低価格で大量に製造する中国企業に押しつぶされ、今やメイドインジャパンの衣類は消え去りつつある。近年経済成長を告げた中国では人件費が上昇し、衣類の製造コストが増加したことから、次の世界の人々の欲求を満たすために新たな犠牲となる国が現在バングラデシュとベトナムに存在していると言われている。15 hours for a day and then he just make us $3. 今回は皆さんが普段見ることのできない想像を絶するアパレル製品の裏側、世界のアパレル製品工場国バングラデシュの実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、バングラデシュの首都ダッカに来ております。前回ね、大気汚染の動画をね、公開したんですけど、今回はより踏み込んだアパレル業界の闇の一部っていうことで、見てください。ここはですね、川でございます。世界一ね、汚染された川の一つで、工場からの有毒物質を含んだ川の水は、海へとね、もうここからね、排出されるっていうことで、基本的にゴミはどんなもんが落ちてるのかというと、プラスチックと、あと家庭用のやつも落ちてるし、工場からのゴミもめちゃめちゃ落ちてるなっていう感じですね。いや、ここまでゴミが溜まった川初めて見たかもしれんな。しかもすごい匂いです。バングラデシュ全体の約70から 80% を占める主要産業がアパレル産業で、ここダッカにある5000以上のスラム街には日本のメーカーを含め世界で有名なファーストファッションブランドの製造工場が密集しており、アパレル関連事業に関わる約400万人のうち約8割の労働者が女性または未成年の子供だそうです。ここがですね、5000以上あるスラムの一つでですね、安価で入れ替わりの激しいね、トレンドを取り入れた程よい製品を作るにはですね、人件費のカット、大量生産して、一着のコストを下げなければいけない。機械化にしたらと思うんですけど、服作りにはですね、めちゃめちゃたくさんの工程があるみたいで、しかもね、シーズンごとにデザインが変わっていく、人のね、手が絶対に必要となる、作業があるみたいで、すべて機械化にすることはかなり難しいみたいで、そこで必要になってくるのが、安い賃金で働いてくれる労働者だそうです。バングラデシュでは女性に対する労働差別が根強くある中、縫製産業は唯一開かれた女性の職種。しかし貧困の影響で多くの家族が子供に働かせざるを得ない状況にあるにもかかわらず、正規の職場では児童労働が禁じられているため、労働者を求める工場が密集したここダッカのスラム街に、バングラデシュ各地から児童や女性が職を求めて移り住むようになり、ファーストファッションの人気とともにスラムが拡大を続けているそうです。ここにね、ある家はですね、違法に建てられてるっていうことで、建築基準も満たしてない家がね、並んでるっていうことで、安全面がね、めちゃめちゃ気になるね。見てください、この狭さ。めちゃくちゃ狭い。かなりの密集地なんで、衛生状況もかなり悪いんで、伝染病とかのね、リスクもかなり上がるみたいです。次に訪れたのはダッカにある革なめし工場の一つ。バングラデシュの皮革産業は年間約10億円ほどの利益を出しており、ここで加工された革はバッグや靴、財布などの高級品として世界に輸出されているも、革なめし工場からは動物の肉や硫酸、亜鉛などが含まれた大量の有毒物質が毎日川に垂れ流しにされている現状だそうです。
ここにですね有毒なケミカルを入れて、それから皮の毛を取ったり、革製品にするためのプロセスが行われているということでですね、もう匂いがですねとんでもなく有毒ケミカルがこの辺一帯にですね漂ってるっていう感じで、僕今まだ20分しかいないんですけど、頭痛がし始めてるっていう感じです。はい、皆さん見てください。ここはですね有害な、化学物質がねもうたっぷりした中裸足でですね、作業してらっしゃる方とかもねいます。これはかなり危なそうですよ。ここで働いている人たちは発熱とか下痢とか呼吸疾患の病気を患う可能性がめちゃめちゃ高いということで、ケミカルの酸によるやけどを負いながら仕事をしてるみたいです。働いてるね人の中には大人もいれば子供もいます。小学生みたいな人もいます。でね、このね有毒なガスを吸い込むことによって寿命が50歳までしか生きれないみたいです。いや、これだけの犠牲果たして必要なのかと。子供たちですよ、小学生がやけどを負いながらこの現場で働いてる、それがリアリティでございます。現在ですね、その皮をですね靴に作る工場にやってきたんですけど、見てください、児童たちがね働いております。ここではですね靴を作る際に接着剤を使って靴を作るみたいなんですけど、その接着剤がですねストリートで麻薬として売られているということみたいでですね、その接着剤をですね吸い込むことによって肺になったりね、でもね一気に吸い込んだり何回もすると脳を損傷したり、あと難聴になったりする、危険なねドラッグとして認知されてるみたいなんですけど、子供たちはですねちょっとでも家庭のためご家庭のためということで、本来ね崩れしか使ってはいけない接着剤を外で売ってるということみたいです。で、彼はですね現在11歳ということで、11歳の子供たちが作った安い靴を僕たちが商品として購入してる。しかもこのね今働いてる環境はものすごい暑くて、蚊もめちゃくちゃおるし、もうね立つこともできないぐらい低い屋根の下で働いております。はい、やってきたのがですね何千何万とあるね工場のうちの一つにやってきたんですけど、これもですねこのエリアの一部っていうことで、子供たちもね働いてますし、女性もね働いてるっていう感じですね。How many hours do you work here? From 8 to 12 hours. It depends on the number of works he receives. But if we generalize or average, make it an average, it is around 20,000 if he receives good amount of work in a month. Per month, 20,000 per month. でね、基本的にここで働いてる人たちは10時間から15、6時間1日働くっていうことで、平均的な給料は2万高約200ドルですね、1ヶ月。で、子供とかね、女性はですね、もっともっと安い賃金で働いてるとのことみたいです。そんな労働環境が世界に明かされるきっかけとなったのが2013年に発生した縫製工場の崩落事故。There has been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. 違法に建築されていた工場が発電機やミシンの振動により崩落し、死者1138人、負傷者2500人以上を出し、なんと犠牲者の 80% が若い女性労働者たちだった。そんなずさんな安全管理の下で子どもたちは毎日約14時間もの間低賃金で働かされていたということで、その過酷な労働環境は世界を震撼させ、この事故以降安全性の向上や人権尊重の規制が強化されている中、現在も多くの工場ではカメラや取材が禁止されているため、内部で何が行われているのか依然として不透明なままですが、今回見た世界が現実です。はい、ここがですね唯一今回取材 OK だったミシン工場ということで、女性がね基本的に一日中ミシン作業して働いてるっていう感じでですね、工場によってはですね子供が働いてるところがあって、基本的にですね子供が働いてるっていうところをこう、表上に見せるっていうのは厳禁なんで、見えないところで子供がね働かされてるっていうことみたいで、工場によってはですねトイレ休憩もなく時給33円で長時間労働、深夜までね仕事させられたり、あとねノルマを達成できないと帰れないといったね、工場とかもめちゃめちゃあるみたいです。
知れば知るほど明かされていくアパレル業界の闇。皆さんにシェアしているのはアパレル業界のほんの一部にしか過ぎません。今回特別に縫製工場で働く子どもたちが住む家を紹介してくれるということでお邪魔させていただきたいなと思います。 Hello, how are you? Nice to meet you. So, you are brother and sister. And how old are you? She is 13 years old, and yours? 10. He's 10 years old. 10 years old. You guys walking. She work in the machine like that. And he works in the garage. Yeah. How many people live here? 4 people. 4 people live here. You and then he and then 2 parents. Yeah, 2 parents. Oh my god. 皆さん見てください、この環境。ここにはですね、ベッドが1台あって、その上に、物がですね、置いてあって、で、こっち側にはですね、食器が置いてあって、で、僕のね、カバンが開いて、もうめちゃめちゃ狭いスペースです。で、ものすごいですね、中も蒸し暑いです。で、上にですね、ファンが回ってて、それで、なんとかね、空気を循環させてるっていう感じで、かなり劣悪な環境です。And then, where are your parents now? What about the mother? Okay, so how many hours do you work per day? 15 hours per day. So how much he get to pay? Oh my god. 見てください。この10歳の子供が仕事でこんだけもボロボロになって、しかも13時間15時間働いてたった10セントから30セントしかもらえないと。衝撃的ですよ。言葉失いますよ。Do you guys go to school or no? No. Oh, do you want to go to school? Yeah, you too? Yeah, もう未だに衝撃的すぎて言葉が出ない。10歳の子供が自分の夢を持たずに、目標も持たずに、親が楽に生活できるように、それが僕たちの目標、夢なんだって10歳の子供が言えます？僕が10歳の時どんな気持ちやったんやろ。そんな親のことなんか考えられてたかなみたいな。ほんまにこれが僕たち日本人がね住んでるこの地球と同じ世界なんかって考えさせられますよね。はい、今やってきたのがですね、恵まれない子供たちをですね、支援しているプライベートの学校にね、やってきました。So, there are so many kids like that, like parents cannot afford to go to the school or what? জি Alright. যেমন হচ্ছে এই একটা Like শিশু this. লাইক দিস, আবার হচ্ছে একটা শিশু অনেক বড় এদের হিসেবে অনেক বড় এজ, বাট ও ক্লাসে যেতে পারে না, স্কুলে যেতে পারে না এরকম। Do you like studying? Yes? Oh, that's good. What do you want to be in the future? Engineer. ডক্টর, Doctor, you want to be doctor? পুলিশ অফিসার। Police officer. Wow. আমি ছোটবেলা থেকে এটা এরকম আমার সাথে হয়ে আসছে যে আমি ফাইনান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য পড়ালেখা করতে পারিনি। তা আমি এখান থেকে শিখে আসছি যে কিছুটা যদি ওদেরকে আমি হিসাবে আমার মতো যদি হেল্প করতে পারি তাহলে তারা আমার এখান থেকে শিখে কিছু গিয়ে আগেটা একটু ভালো করতে পারবে আর কি।現在ね、世界では年間約3000億もの衣類が年間破棄されていて、日本だけで例えると
約10億もの衣類が破棄されているという現実。どうしてそこまでして大量生産にこだわるのか、大量破棄することによって損はしないかと思いますが、そこにはですね、アパレル業界の深い闇が潜んでいるみたいで、アパレルのね、原価率は基本 15% から 30% と言われているみたいで、例えば1000円のシャツは150円から300円で作られている。そして予想できないアパレルの売れ行きはですね、各年の気候などによって左右されることから、足りないことの損失より、大量に作って原価を下げることに重点を置き、余った商品はセールすることによって少しでも原価率を上げてるみたい。よりね、安価な商品を求める消費者に対してですね、各ブランドでは価格競争が起き、服の値段はどんどん下がっていき、大量に作って捨てた方が得な状況に陥り、資本主義社会で生き残っていかなければならない企業たちは、利益のみを追求した選択をせざるを得ないのが現実。そして現在ね、アパレル業界のトップに君臨したユニクロでも世界で問われているのは、これは本当に日本のブランドなのか、これだけの安価な商品を日本の町工場だけで賄えているのか。現在ね、世界のアパレル商品の約2割が中国ウイグルの綿が使われている中、2021年ユニクロのね、男性用の T シャツがウイグル人によって強制労働させられた綿花が使われた可能性が高いとしてね、アメリカからのね、輸入が差し止められていたことが明らかになった。この問題はですね、ユニクロだけではなくスペイン、ザラやね、フランスの SMPC グループ、世界のね、有名アパレル会社も同様にあると言われているみたいで、しかもファーストファッションだけではなく高級ブランドでも同じことが起こっているみたいで、近年告発されたのが余った商品を焼却処分しているバーバリー。一流ブランドもね、在庫を持つと在庫をね、資産として計算され税金を取られるみたいで、捨てることで処分費用として計上できるとのことみたいで、ファーストファッションと同じく廃棄した方が得なシステム。バーバリーはね、表上で発覚したが、バーバリーだけではなく他のね、高級ブランドも同じ状況だという声も多いみたいで、問題なのはね、この社会が大量生産して安く作って安く売って消費者は安く買うことができるシステムになってしまっているということ。今回生でね、安い商品を作るために大量生産している世界の工場の一部を見て、僕たちがね、普段目にしている安い値札の裏の裏をたどれば、世界のどこかで犠牲になっている場所があるということ。もちろんね、これがね、全てではないと思うんですけど、実際ね、ヨーロッパやアメリカではこのような環境や人権への規制がどんどん厳しくなっている中、ちゃんとした労働環境が整っていないその工場の商品は輸入禁止とかあるみたいなんですけど、実際そのね、基準に従ってやっている工場はごくわずかとのことみたいで、そして欧米はね、どんどん規制が強くなっているとのことで、バングラデシュでは次のね、アパレル輸出先として規制が欧米より緩い日本が注目されているとのことみたいで、実際に2022年、23年のね、日本向けの輸出は全体で 40.5% 急増している。僕もね、オーストラリアとか欧米に住んでた時はね、テレビとかメディアでこのような事実を知る機会があった。消費者がね、知ることによって選択ができ、いろんな意見がある中、日本はどうでしょうか。皆さんぜひ今回の動画見て思うことがあればコメントください。ということで、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。バングラデシュからでございます。アディオス。